僕の故郷がすごく出てきました。通ってた学校だったり、友達と他もこうサッカーをしたりとか行きつけのお団子屋さんだったりとか、夢を抱えて、悶々と戦いながら過ごした学生生活。そういう自分の中でなんか何気ないけどずっと残り続けて大切なもの、思い出たちっていうのがなんか一個一個思い出しましたね。浮かんできたんで、その情景が。いつか馴染みあるこの景色が移り変わるように、あなたが残した香りを懐かしむように、苦手なもの、来年の朝ドラの曲です。風薫るという来年の4月期から主題歌でございます。僕はこの曲を朝ドラに出ながら書いてました。不思議な医療ものなんだよね。なんか僕が大事にしたのはなんかこう、もう命とかそういう災害とかってもうどうしようもないものだから、波のように風のように流れるままこの地球はまあ全部知ってるんだろうなとか、なんか自分がどういうふうに正しく歩めてるのかどうかも含めて、なんか風はただ知ってるみたいな、こうちょっとこう定感というか、ちょっとかなりの俯瞰。音楽でもこう朝ドラにつながって、こう役者としてもこう朝ドラの現場があってっていう、なんかすごい認められたような気がして、すごい嬉しかったのを覚えてますね。もう作れるんだみたいな、やっと作れるんだみたいな、なんかそんな気持ち。楽しげではあるんだけど、なんかどこかでこう寂しさがある楽曲というか、リズムとかこうニュアンスがこう跳ねてたりとかするだけで、なんか淡々といけるとかっこいいなって。まあでもなんか曲としてそんなに派手な曲ではないから、ミセスのものと比べて今までの、まあフェーズ3のこう2曲目、お茶の間の朝ドラをよく見る世代の人たちにとってやっぱり耳なじみがいいものでありたいなとは思ってるんだけど、令和のバンドがちゃんと朝ドラに対して心を込めてやってるっていう感じが伝わると、それが誠意かなと思ってます。アーティストとしてやっぱり紅白に出るとか、まあ、レコ大の舞台に立つとか、いろいろこう目指す、本当にこう一つの象徴的な伝統的な舞台っていうことでいうと、朝ドラの主題歌を手掛けられるっていうのは一つその国民的というか伝統文化として一つ分かりやすいものとしてあったなというふうに思いますね。岡本先生、はい。C ダッシュの C ダッシュ。はい。1C ダッシュ。はい、C ダッシュの7小節目ってなんか76まで来てないから。
ごちそういただきました。あ、はい、ありがとうございます。二人にしかない二人にしかできない風と街との向き合い方ってどうなのかなっていうのはちょっと今日朝の演奏一発目聞いてちょっと俺は思ったことがあって、でもなんかもっとこうもうちょっとあるんじゃないかなとは思うね。その向き合い方というか、だからそれぞれきっと良さがあって理屈じゃない、それを二人がもう精一杯ギューって自分の中で絞って2025年11月現在の自分として来年の4月のことを想定してどんだけギューって大事に絞れるか、最後の最後のそこの努力をしたかいっていう話かな。こう相談ベースな感じっていうちょっと愚痴とか弱めベースな感じでこの曲に対して音をどうしようかなとか、そういうなんて言うんですよね、表面上のところですごく一人の世界に入っちゃってた気がしてて、それよりももっとこの曲はみんなとこう目を合わせたりとか、なんか人のぬくもりみたいなところを大事にしなきゃいけない曲だったので、楽曲の持つニュアンスというのもこれまでにない難しさももちろんあってこそだなって思う部分もありましたけど、あそこまでこう音数もそんなにあるわけじゃなくてっていう中で割と繊細な音色感のそこのニュアンスをつかむことにこうみんなでそこをこうもっとお互いジョインしてお互いのことに作っていければよかったのに、最初は結構やっぱり個々の戦いになっちゃってた。結局人が鳴らしてるものだから、だからこそこう目合わせて合わせる瞬間だったりとか、こう一緒にこう抑揚をつけていくっていうのはやっぱりバンドで鳴らす、意味でもあると思うので、そこをちゃんとこう再確認したレコーディングでもありましたね。風は正している。よかったよ。ここにもその手を待ってる私ってなっちゃうね。待ってるこの血が覚えてる揺れた花さしさもやり場のない僕たらしさも、ここにもその手を待ってる私がいるのだから。よかったよ。まあ一旦ね、なんかすげえ大事じゃん。だってこの曲いやもうだから僕もやっぱり人間だからめんどくせえなとか辛いなとか思うじゃないですか。でその多分渦中になんとなくいて、それが忙しさとかも含めても多分もしかしたら何がこうあれなのか分かんないけど、その中でまず歌う自分が自分のこう背中を押せるかみたいな、そことやっぱ前と戦ってるわけですよね。風と街ってすごいきっとパワーを持っている楽曲だけど、ちゃんとこの曲のポテンシャルを私は歌えてるんだろうかみたいな。
考えつくのってもう本当に宇宙というか無限大なんだけど、人の形した人の体を介して僕の思想を届けるっていうのがちょっとだんだんこう帳尻が合わなくなってきたのをバベル回りながらも思っているわけで、すごいエネルギーが爆発してるのにやっぱり体のことに対してのストレスとか調子に対してマインドに対してのストレスとか、そこって僕なんか一貫してなくてというかこう同居してなくて、なんかどっか俯瞰してる自分がいるんだけど、なんかそれをうまくこうバランスを整えなきゃいけない。ただバランスを整えるにはやっぱりこうなんかアイスを一つ買ってご褒美をっていう話とかじゃない領域に入ってきた感覚がある。そういうのが大事な日もあるけど、なんかそういうものでは自分の機嫌を取れなくなってきたっていうのの渦中にいる中でのすごい人を歌った俯瞰した風という題材の曲を今日歌うっていうのがすごいストレスだったっていう。行かないですかね。俺が行っちゃった。ああ、いやいやいや。はいいや、なんかでもみんなでなんか2泊ごとのポイントなんですかね。ダラララララいいんじゃないの？実はこう歌の裏でまた違うメロディーを弾いていたりとか、ストリングスメインメロの裏でピアノはピアノのなんか独立したフレーズを弾いてたりとか、なんかそういった独自の責任感みたいなのをすごく感じる瞬間がいっぱいあるので、なんか今までの楽曲に当てはめられないなんか役割と責任感みたいなのがすごく感じてました。一番の難関のところでグッとなれるはず。とても難しい。強すぎて。強すぎて。あそこまで来たね。来た来あそこたまで来たよね。乗ってきたところでごめんなさい。テイクでしたけど。いいんじゃない？いいテイクでしたけど、そうですね。一水気持ち思い出した時にネック寄りに弾けるというか。そうだよねブリッジ。に俺ちょっとよると思った。思った。ちょっとバズるから誰が弾いても口で歌えるぐらいのフレーズを弾くっていう。そのプレイ的には、その技術的に何か特別めちゃくちゃ難しいってことをしてるわけではなくて、ただその情景だったりが変わる曲だったりもするから、そこでの音の弾き分けだったりとか、状況をどう見せればいいのかみたいなっていうのは確かにちょっと今までとは違う大変さがあったかもしれないです。タタタタタタタでもこのこれを感じてほしい。惜しいね。惜しいね。はい。刻みなさい。体を。まあいいんじゃないかな。自分の形のある。
わ、やば。できた。どうなってんの？頭とか使えそうだな。すげえ。なるほど。めっちゃすげえ。いいんじゃない？ここにもその手を持ってる私がいるのだから風、今ラって足りて聞こえてないよね。もう一丁。いつか別れあるこの旅路もう一回もう一回これだから全部ね韻を踏んでるからさ母音が一緒だから大事にしたいんですよ。でも結局人なんだよ僕っていうのってすごい変だけど、結局人だからまあ今日歌ったものが正解だし別に不正解ってないなみたいな、どういう風にしたいとかっていうのは自分の中であるけど、今日の調子と今日のマインドで今日しか取れない風と街は今日歌えたっていう自負があるので、まあ今日の調子にきっといつか励まされる日があるといいな自分がみたいな、今日取れた歌で励まされる日があるといいなぐらい。いつか別れあるこの旅路か何の意味を紡いで、あなたが生まれた一大事幅広い、そうなんか、刺さるというか、ある意味本当に誰でも口ずさめる、ある意味非常に素朴な楽曲をここで持ってきたかっていうのをすごいところを目指してるなっていう感覚がありますね。人とか景色とか変わるものはあるけど変わらないものもある。もう自分らがこう存在するよりも前からもう当たり前のように存在していた。なんか自分の弱さとか傷とかそういう部分も含めて「風はただ知っている」っていう言葉がなんか僕はとても救われる部分もあるんですね。おはよう今日もいいお天気ね。難しいこともなんかまあ楽しい時も悲しい時もあるけど、まあ今日も風は吹いてるなみたいな、なんかそこにちょっと安心できるみたいな、なんかそれを風として表現したかったし、おやすみまた明日ねバイバイ。自分も生きているし人は生きているということで、こうそんな風とそんな街、わからない道は続いている。風はただ知っている。